あ、来た来た。こっちだよ。おかえりなさい。遅かったね。寄り道してたの？私が待ってるの知ってて？まあ、何年も帰ってきてなくて、久しぶりに帰ってきたんだもんね。遅れるのも仕方ないか。一緒に帰ってきた人とかいないの？あっちで再会した人とか。いないんだ。まあ、世界は広いって言うもんね。同郷の人と会う確率なんてほとんどないか。やっと気づいた？ちょっと髪の毛切ったんだ。昨日は美容院行ってカラー入れ直して、パーマも当て直して、女の子の準備は何日も前から始まってるんだからね。そんな相手を待たせて遅刻なんて、本当は許されないことなんだよ。うんうん。分かったならよし。そう、この辺りも変わったよ。大きいショッピングモールもできたし、ぐちゃぐちゃだった駅前も整備されて、ちゃんとロータリーになったし。少しだけ離れてるけど、大きい病院もできたんだよ。田舎だし、人口の割に車が多いからね。事故があっても、すぐに病院に運べるようにって、みんなで話し合って誘致したんだ。サナトリウムもついてきて、療養する人も増えたり、お見舞いに来る人も増えたけどね。この辺り、空気も水もきれいじゃない？やっぱり田舎に大きい病院って難しかったんだけど、付属施設受け入れたらあっという間に OK 出たよ。ほら、都会から来てるっぽい人多いでしょ？そういう人が泊まる用のホテルとか日用品店なんかも増えたんだよね。見違えた？記憶にある田舎町と全然違うでしょ。みんなで話し合っていっぱい喧嘩して、そうやって今の形になったんだよ。すごいでしょ？そうだよ。やっぱり事故で若い人が亡くなるなんて繰り返しちゃダメだよ。残された人がかわいそうだよ。ああ、でもね、ちょっと離れたら君の記憶通りじゃないかな。素朴でのどかな田舎町って感じのまま。なんか駅前と時代が違う感じしちゃうよ。あのお祭りしてた神社もそのままだし、このまま見に行こうよ。あの大して美味しくない焼きそばのお店も毎年出てるよ。君めちゃくちゃ好きだったよね。美味しくないからやめようって言っても、お祭りの醍醐味とか言って毎年買ってたもんね。どうかな。若い世代の中心だった君がいなくなって、街自体に活気がなくなって、お祭りなんかもやめようって話も出て。だってお祭りで飲んだ人の飲酒運転だったじゃない？駅前の道も整備されてなくて、救急車も全然来なくて。冷たくなっていく君の手を握り続けて、何もできずに泣き続けることしかできなくて。君の四十九日が終わって、そこから考えたの。君はどうすれば死ななかったのかなって。反対？そりゃいっぱいあったよ。でも残された私が中心になるんだよ。反対なんてしにくいでしょ。他にも遠くの病院にたどり着けずに亡くなった人の家族とかも巻き込んだり、いっつも反対してたおばさんの家が火事になって、駅前のごちゃごちゃで密集してた家が全部燃えちゃって、このままじゃ危ないってみんな気づいたみたい。道が狭くて消防車なんて見えるところにいるのに全然来なくて、ちょっと笑っちゃったよ。だから整理しようって考えてたのにね。ほんと、自分のことしか考えてないよね。ちょっと考えればわかるのに、みんな立ち退きに反対しちゃってさ。あの人たちがさっさと同意してれば、君も助かったかもしれないのに。お祭りも
毎年君が楽しみにしてたから終わらせたくなくてさ。別にお祭りが原因じゃなくて飲酒運転が原因なのに。お祭りやめようなんてバカみたいでしょ。だから飲酒だけは禁止して今はクリーンな屋台だけになったよ。なんか元締めみたいな人がビール売るって最初は言ってたけど、その人の取り巻きの屋台では食中毒いっぱい出たんだって。日本各地のお祭りで。それで廃業しちゃって、次の人に食中毒で廃業なんて嫌ですよねって話したら同意してくれたよ。やっぱり衛生管理って大事だよね。他にも飲酒運転撲滅キャンペーンをずっとやってて、ほらこの辺りって近場だからちょっとぐらいいいでしょって人多いじゃない。交番のおまわりさんも見て見ぬふりだしさ。でもそんなの許せないじゃない。でも常習的に飲酒運転してる人たちが何人か事故で運転できなくなって。そうそう、みんなブレーキ故障だってさ。飲酒運転するような人たちだから普段の車検とか点検もちゃんとやってなかったんじゃないかな。そうやってみんなの意識を変えて道路とか整備して、見た目も住民の意識もクリーンな街になったんだよ。すごいでしょ。よく君がこの田舎町を良くしたい、住みやすくしたいって言ってたから、私が代わりにクリーンにしたよ。君が死んだのに何も変わらない、変えようとしない。挙句の果てに君のお葬式でお酒飲んで飲酒運転して事故ったクソじじいもいたんだよ。私の父なんだけどね。その話を聞いた時に君がいなくなったのは全部この町がクリーンじゃないからだって思ったの。何か一つが原因なんかじゃなくて、いろいろな良くないところの積み重ねがあって、この町の全てが君を殺したんだって思ったの。だからこれは私の復讐なの。最愛の君を殺したこの町に復讐するの。君が帰ってきてくれてよかった。この街を見てほしかったの。どうかな、君の理想に近づいたかな。ある程度できるまで迎え火もナスの馬も作らずにいたんだよね。変わった街を見てほしかったから。よかった、頑張ってきた甲斐があったね。今から向かうところ？さっきも言った通りいつもの神社だよ。こんなに頑張った私にご褒美が欲しいなって思うの。冥婚って知ってるよね。君は前時代的だって否定的だったけど、私は素敵なことだと思うの。離れ離れになってしまった恋人と結婚できる。こんなに嬉しいことはないよね。見えてきたね。気づいた？お祭りは明日からに変更して、今日は私たちの結婚式だよ。反対？今のこの町に私に反対意見言う人なんていないよ。私の言う通りにしてくれたよ。なんか言いたそうな人はいたけど、少し話したら分かってくれたよ。まあ事故で入院しちゃったから今日は参加できてないけどね。ベッドでしっかりと話し合ったらうなずいてくれたよ。さて、君は着替えとかできるのかな？ああ、そうだよね。あの日のままだよね。でもいいよ。服装なんて何でもいい。君がこの場にいてくれたらそれでいいよ。じゃあ着替えてくるね。メイクと髪の毛の最後のセットといろいろと準備あるから2時間ぐらいかかると思うの。それまでに君も覚悟決めてよね。ちゃんと指輪も受け取るから。来月の私の誕生日にプロポーズしてくれる予定だったんでしょ？みんなから聞いてたよ。
順番は逆になっちゃったけど、プロポーズ楽しみにしてるね。ちゃんとみんなにも君が見えるみたいだね。腰抜かしてるよ。まあいいや。途中退席は禁止って強く強く言っといたから大丈夫でしょう。じゃあ待っててね。あなた、最高の結婚式にしようね。